New Life Sharp。同僚の恵子は最近新兵器を手に入れた。なんとワープロがついたパソコン。ワープロは乙女のたしなみなんてのたもうてキーを叩いてるらしい。会社のワープロの文章が使えてビジネスソフトもいっぱい。お父さんも覚えたらとそそのかして買ってもらったんだそうだ。したたかしたたか。パーソナルな16ビットシャープ MZ 書院。おはようございます。皆様元気ですか？小倉智明です。季節はすっかり秋になってしまいましたけどもね、秋の夜長パソコンに最適だっていうんで夜更かしをしちゃう方もいるんじゃないかと思いますが、今週のパソコンサンデーは最近よく聞きますね AI 人工知能について考えていきたいと思います。おはようございます。高倉涼子です。先日東京晴海で行われましたデータショーに行ってきたんですが、やはり注目されるのは人工知能の研究がさらに進んでいよいよ商品化される時期が近づいたということですね。データショーには人工知能の他にもいろいろ新しいものが出ていたようですのでね、早速その模様からご覧いただきたいと思います。今日は東京晴海のデータショーの会場に来ております。今回はですね、どういった新しいものが出ているか、それから人工知能のような先端技術が応援機器とどのように結びついてシステム化されているか、そこら辺をじっくりと見てみたいと思います。人工知能は人間の知的創造的活力を支援する有効なパートナーとして人工知能が、どのように、応援機器と結びついているかということに注目したいんですけども、ここをご覧いただくと分かるように、今回はですねワープロに、AI 機能が搭載された AI 辞書がついたということで、今までよりもかなり低価格で出てるんですよね。連文節変換なんていう言葉もありますけども、ひらがなですとね同じような言葉でも主語実語が分かりますとですね、自動的に、後ろの文字がちゃんと正しい漢字で記載されるというような感じなんですよね。これはかなり注目していいんじゃないかと思います。こちらのコーナーでご紹介しておりますパーソナルワープロはすべて約4万円名の AI 辞書を搭載いたしました新連文節変換を採用しております。こちらのコンピューターにも AI 機能が搭載されているということなんですが、AI 文書検索、それから AI 文書構成なんていうのもね、言葉が出ていますけども、人間でいうとね、2といえばカーというような表現がありますけども、2と言ったらカーと答えてくれるというような感じなんではないでしょうか。どのくらいね、その2と言った時にカーと答えてくれるか、興味深いところですね。今ご覧いただきましたように人工知能のような、先端技術というのを目まぐるしく、開発されていくわけなんですけども、今こちらにありますのがですね、パソコンがいかに応援機器と結びついてシステム化されているかというような一例なんですが、こちらがパソコンですよね。でこちらが、ファックスなんですけれども、ありがとうございます。今このようにね出てきたわけなんですけれども、パソコンとこのファックスをね連動しているということの一つの特徴がこのようなすごく綺麗な文章ですよね。というのもやっぱり1クッション2クッション今まで置いてあったものが今度は直接できるということで、本当に綺麗なものができました。残念ながら僕は今年のデータショーは行けなかったんですけども、相変わらずものすごい人出でね、今のリポート見ていて気がついたんですけども、 AI とか人工知能という言葉が大変目につくんですね。やっぱりこれからの時代は人工知能はどんどん進んでいくのかななんとも思うんですけども、私はAI と言いますとね、友情は熱いといった言語学者が出てくるワープロの AI 辞書っていうのを思い出すんですけども、AI 辞書をそういえばどうしましたかね。今日は身近なところから AI について考えていきたいと思いますが、まずはドクターにその辺のことを教えていただきましょう。こんにちは、ドクターパソコン宮永です。今その小倉さんの方から身近なところっていうことで、ワープロの AI 辞書についてということだったんですけど、AI 辞書っていうのはですね、人間の考え方に、知能にっていいますか、一歩近づいた辞書と、あくまで一歩なんですけれどもという意味で使われております。例えば「写す」という一つの単語があった場合、今までの単なる辞書ですとね、それに対応する漢字の中で一番使われる頻度が多いんじゃなかろうかと思われるものをポンと出すと、それに対して AI 辞書っていうものはどういうことかっていうと、何々に写すとか何々を写すとか、その先行する何々の内容を判断いたしましてですね、この場合はこれが正しいのではないかというものをちょうど人間の真似をするように出してくると
でこれが人間の考え方に一歩近づいたという意味で AI 辞書と呼ばれております。最近これに関連してやはりそのエキスパートシステムという言葉も盛んに使われるんですけれども、エキスパートシステムっていうのはですね、あるその問題が起きた時、あるいは現象が発生した時にエキスパート、いわゆる専門家であるなればどのような判断をするであろうかという考え方からですね、判断の仕方というものをコンピューターの方にずっと入れておきまして、その方と同じ真似を機械にさせようと、パソコン、コンピューター、皆さんご承知のようにかなりいいところまで参ったんですけれども、こういう人工知能という意味で考えますとね、まだまだこれから広げていく分野っていうのは、無限にあるんじゃなかろうかと、こういうふうに考えております。確かに人間の使う言葉というのは難しいですよね、特に言葉と言葉のつながりの部分というのはコンピューターにとって一番難しいんじゃないかと思いますが、そういったものを記憶できるとすればね、コンピューターはさらに人間に一歩ずつこう近づいてくるわけでしょ、ただしそれにも大容量のメモリーがあって高速処理のできるコンピューターじゃなければダメだという条件はつくかも分かりませんけどね。そこで今日はですね、実際に人工知能のシステムを開発なさっている方々をスタジオにお招きしているんです。シャープの情報システム研究所の和田さんと山本さんです。お二人には今日は AI 人工知能のシステムをいくつかお持ちいただきましたので、早速紹介していただきたいと思います。はい、それでは今回商品化されましたこの英日自動翻訳システムについてご紹介したいと思います。このシステムはその名前が示す通り、英文で入力されました文章を翻訳しまして日本文を生成するというものです。こちらに準備しております文章はサンテギジュペリの、星の王子様という文章で、中学生高校生向けの本に載っております文章をそのまま入力したものです。そして現在ここにカーソルがございますが、この文章を実際に、翻訳してみたいと思います。このシステムはまず最初に、単語の辞書引きを行います。そして辞書を全部チェックしました後、構文、解析というものを行います。これは何かと言いますと、この文章の主語は何であるか、そして動詞は何であるか等を調査するわけです。そして一通りの構文義が分かりました次の時点で意味解析を行います。そして意味解析に成功しますと、最終的にこのような文章が生成されるわけです。このシステムにおきましても非常に大きな、翻訳辞書を持っておりまして、その翻訳辞書を知識ベースという形で利用しているわけで、非常に、強力な AI の応用システムになっております。しかし大したもんだと思うんですよね、私が英語の勉強をしてた時と同じことをコンピューターやってるんですね、私も散々英語勉強したにもかかわらずですね、一語一語この辞書を引きましてねでそれで主語はどれだとか構文はどれだとかやったわけですけどもね、ただそれを私は最終的に日本語にできなかったんですが、これはやってしまうというわけですね。でこの辞書、こういうものにたくさんのこの単語が入ってるわけでしょ。これがなんで小さな LSI に入ってしまうのか、私はそれがどうしても分かんないんですが高橋さんどうなってるんですか。こんにちは、高橋一です。そうですね、僕もですね、日本語の辞書なんかは結構解析してましてね、もう今まで30か40ぐらい見てきてるんですけれども、その中の一つとして、MZ2800 用なんかはこの今月号の月刊マイコのところにね、こんな風にちょっと載せたりもしてるんですけれども、今日ここではですね MZ2500 の日本語なんですけれども、それの固有名詞の辞書についてですねちょっと見てみたいと思うんですけれども、ズバリ内容を表示しちゃいますと、こんな風になってるんですね。でこれは実はですね漢字をですねグループ分けっていうのをしてるんですね。例えばですね、この辺「秋絵」なんていうふうにありますけれども、これでしたらばその「秋」というのを明るいとかですね、昭和の昭とかですね、あと絵の方も4文字ぐらい、これグループ分けしまして、それの組み合わせにしてるなんていう、ちょっと言えばですね、当たってないかもしれませんが、簡単なもしかしたら AI っぽい内容じゃないかななんていう気もするんですけれども、こんな風にして辞書の圧縮をやってる結果ですね、2500の場合なんかは32キロっていう、わずか32キロ、普通でしたら3000語とか4000語ぐらいしか入んないんですけれども、それに1万語ぐらい圧縮することに成功してるなんていうわけで、相当これは研究した結果ではないかというふうに思いますね。それじゃあ次の AI システムを見せていただきたいと思います。はい、続きましては文書作成構成支援システムというのを、持ってきております。これは何かと言いますと、皆さんワープロ等で文章を作ったりしますと、よく誤字脱字とか、それから文章の言い回しがおかしいとかいうふうな失敗をよくなさると思うんですけれども、このシステムはそれを、この、内部に文章の構成家としての知識を持っているわけです。そしてこの表現はおかしいなとかそういうことを、コンピューターの方から、指摘してくれますんで、それをユーザーの方は修正していくというものになっております。それでは実際に実行してみたいと思います。
ただいま画面に反転表示で出てきたところがコンピューターのシステムの方がちょっとおかしいんじゃないかというふうに指摘してきた部分です。まず最初に研究報告も多くなってるという文章がありますけども、これはやはり多くなっているの方がふさわしいんじゃないかということで、指摘してきたわけなんです。そこでユーザーはここで書き直しを行うわけです。続きまして今の技術レベル考慮すると、これは明らかに助詞の、技術レベル O が抜けているわけなんです。これもおかしいのでユーザーは入力し直しを行います。そして最後に、エンジニアの介在が不可欠であるというところがチェックされているわけなんですけれども、これは、ちょっと気づきにくいんですけれども、変換をしてみますと不可欠、こちらの方が表現として正しいわけです。そこでユーザーはこちらを選択します。このようにして一連の文書構成が行われるわけなんですけれども、これ以外に、付加機能としまして、よくワープロを使っておりますと、文章が最初デスマス調で書いてたのに最後であるとかだとかいうふうな断定的な言い方に変わってしまったりするわけなんです。このシステムはそれをチェックすることもできまして、文章全体を、デスマス調に統一したりで、ダール調に、統一したりすることも可能になっております。まあ大変なもんがねできちゃうなという感じですけど、私なんかのしゃべりはこのコンピューターにかかったら全部反転表示になっちゃいますね。それはとんでもない。赤い印がもうほぼに出ちゃうんじゃないですか。で人だって作文書いてて口語体と文語体の区別が鼻からつかない人間がいますからね、利口なコンピューターです。こういうものがやっぱり従来のワープロの機能にねついてくると、まあ AI 辞書も一歩も二歩も進歩するんじゃないかなと思いますけども、この先の技術革新ってどうなるんでしょうね。それは恐ろしい感じがしますがね、それではこの辺でお知らせをご覧ください。はい、お知らせの後はエキスパートシステムを作り出すソフトをご紹介していただきたいと思います。New Business Sharp。 鮮やかでなければ心に伝わらない。くっきり取れる電子自動録音、それにとっても丈夫。知ってました先生？今知った。ここまで来ればパーソナル。シャープの複写機。 New Life Sharp。 ずっと間違えていた。友情は熱いのではなく熱いなのですね。正しい漢字の組み合わせ4万例。初めての AI 辞書。シャープパーソナルワープロ。今日のパソコンサンデーは AI 人工知能について考えておりますが、先ほどドクターのお話の中にも出てまいりましたエキスパートシステム、いわゆる専門家の方が十分に使えるシステムなんですが、このエキスパートシステムを作り上げるソフトというものがあるんだそうです。今日は山本さんにそれを持ってきてもらいましたんで、山本さんその辺の話をちょっと聞かせてください。はい、こちら持ってきましたのはシャープの開発しましたオーナーというエキスパートシステムを作るためのシェルということなんですけれども、具体的にどういうものかと言いますと、その専門家の持っている知識をもしこれこういう状況ならばこういうふうなもんですよというような日本語風な内容で知識を入れることができるというわけなんですね。それで、今回そのエキスパートシステムの例といたしまして、トマトの病気を診断するというような、簡単なシステムをちょっと持ってきたんですけれども、実際に、まずシステムを動かしてみたいと思います。今システムの側から歯の色はどれですかと聞いてきているんですけれども、これに該当するものを答えていくわけですね。入力していくと、そうするとシステムが中に入っている知識を使ってどんどん推論を進めていってトマトの病気を当ててくれるというわけですね。今例えば見受けられる症状は何ですかといろいろ聞いてきたのに入力したわけです。そうすると今ちょっと下の方でシステムが動いている状況がわかるかと思うんですけれども、どんどん例えば阪神胃腸病の可能性がありますとか推論を進めているわけです。病気が一つ分かったみたいですね。今それに対する病気に効く薬の名前とかいうのが表示されているみたいです。トマトの病名はまず疫病と思われますという答えが一つ出てきましたけど、それに対する、効く薬などをどんどん表示して、でまたさらに他にも可能性があるとかいうんで進めていっているわけですね。
それで実際にその中身の知識をどういう形で持たせているかというのをちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、例えば先ほど出てきた疫病というのに対する知識っていうのがこういう形で、もし、植物名がトマトで見受けられる症状は歯の斑点ですでいろいろありまして、ならば疑いは疫病ですとかいう、こういう形でどんどん中に入れていってもらうと。他に入れる必要はないわけですね。こういう簡単な形でどんどん中身を増やしていくとシステムができて、それを使ってエキスパートシステムっていうのは判断していって答えを出してくれるというわけなんですね。これはかなり応用範囲が広いですよね。学校の CAI の授業だとか病院でも使えるんじゃないかなと思いますけど、で今日はこれでクイズを何かやってくれるって聞いたんですが、その、農夫のジレンマという代表的なクイズがあるんですけれども、ちょっと内容を説明していただけますか。はい、それでは説明したいと思います。農夫のジレンマといいまして、人工知能の研究におきましては非常にポピュラーな問題になっているんですけれども、農夫が、キツネとヤギとキャベツを持って、いるわけなんです。そして川を渡らなければならないという状態なんですけれども、川には小舟が1艘あるだけです。そしてその小舟には当然農夫が乗らなければなりません。そしてこの小舟は小さいために農夫以外にはキツネかヤギかあるいはキャベツかいずれかの一つしか乗せることができません。そして農夫がいない状態でもしキツネとヤギが一緒にいるとしますと、キツネがヤギを食べてしまいます。ヤギとキャベツが一緒にいてもやはりヤギがキャベツを食べてしまいますので、これもいけないわけです。涼子ちゃんこういう問題得意？じっくり考えるの好きですね。私は嫌なのこういう問題ね。私は大体だから小舟で川の向こうに渡る前にですね、ヤギもキャベツも全部自分で食べちゃえば一人で渡れるんじゃないかって、そんなふうに考えちゃうわけですけども、これはでもコンピューターと簡単にできるものなんですか？そうですね。今言った内容の事柄を知識ベースとして持たせてあげると、それをエキスパートシステムのとしてそれを使って判断していってくれる。そうすると答えにたどり着くわけですね。それを実際にちょっと動かしてみますと、今その知識ベースを読み込みまして、実行している最中で、ちょっとこれ止めてみたいと思うんですけれども、こういうふうにどんどんシステムが進んでいってるんですけれども、これは先ほど言ったような内容の知識ベースっていうのを中に持って、それを見てどんどん判断して進めていってるわけですね。それで今ここで回答が、仮説現19に見つかりましたというふうに出てきてますけれど、ここのところでシステムが答えが一つ見つかったということで出してきてくれてるわけで、さらに他にも答えがあればどんどん推論を進めていくということですね。それで実際にはちょっと中身を見ていただきますと、先ほど言った内容、例えば農夫がキャベツを乗せて対岸へ渡るというのが、こういう形で中で持たせてやればいいということなんですね。ちょっと先ほどのトマトの例と比べますと変数などを使っていますけれども、例えば農夫がキャベツを乗せて対岸に渡るというのは、農夫とキャベツの位置が、これが変数が同じものを使って同じ位置にいれば農夫がキャベツを持って向こう岸へ渡るというような内容になってるんですね。で他にも例えばキツネがヤギを食べるというようなルールがこういう簡単な形で書けていると。そしてこういう形で条件をどんどん入れてやるだけで、それを使ってシステムが判断して進めていってくれるというのが特徴になっているわけです。途中までね自分でやってみて手順が分かんなければこれに聞いてやれば手順のおかしなところも分かってくるんでしょうしね。そうですね。そういった意味で私ら考えつかないことをどんどん人工知能はやってくれるっていう、まさにエキスパートシステムになるんじゃないかなと思いますが、これはでもね応用範囲広いですね。皆さんゴルフのコンペやりますね。でゴルフのコンペって相性の悪いのが同じパーティーでもあるとダメですね。嫌いなやつがいたりすると、もう俺は絶対行かないとかね、あいつはうまいから俺とは回りたくねえだろうとかね、でうまい人と下手な人くっつけるとか、もう山ほどあるんです、条件がコンペをやるための。でそういう人にもこういったものがあると簡単に OK が出るんじゃないかなと思いますけどもね。さてもう一つAI の話題をお送りしたいと思いますが、こちらは人工知能という人工無能というんだそうですけど、いかなるものか山下君。はい、こんにちは。グアムから帰ってきて真っ黒になっています山下明です。この人工無能っていうのはですね、実は今パソコン通信の世界で結構流行ってるそうなんですけどね、人工知能のところまでは進めなかったっていうことで、この脳なしっていうことで半分ジョークっぽくね人工無能なんて呼ばれてるそうなんですけど、今実際にこちらのパソコンにねその人工無能のプログラムが入っていますんで、パソコン通信のチャットでもするような感じでねちょっとおしゃべりしてみたいと思います。
で今これ大阪弁の神父さんっていう設定になってるそうなんでね「こんにちは」って聞かれましたんで、とりあえずじゃあ「こんにちは」って、答えてみます。こんにちは。はい。でじゃあまず自己紹介で「山下明です」と打ちます。と山下ゲーム名人ですかなんて聞かれたんで、じゃあとりあえず「はい」なんて、答えてみますと「返事やね」とか言われたりとか、それからあと「ハロー」なんてちょっと英語でね、挨拶してみますと、なんかねこんな感じで答えられたりとかね。でこういうふうにコンピューターに人格を持たせましてね、それと会話をして楽しむと。でさらにこうやって会話を続けていくと、どんどんコンピューターも言葉を覚えていきましてね、それで成長させていくっていう、そういうのを楽しむある種の遊びであるわけなんですけどね、パソコン通信でこうやってチャットしてますとね、相手見えないわけですからね、最後まで話してみて、あれ相手がコンピューターだったなんていうのが最後の最後に分かったりするっていうこともよくあるそうなんですけど、こういった人工無能といったよね、人工知能的な遊びっていうのはね、これからもどんどん盛んになっていくんじゃないでしょうか。ガムに行ってきたそう。いいですね。私なんか動乱で顔黒くしてますけどね。さて、何の話してきた。そうだ人間とは「こんにちは」って言えば普通の人は「こんにちは」って大体答えますね。だからコンピューターにあらかじめいろんな言葉を入れとくわけですよ。そうするとコンピューターが対応してくれて、いかにも人間らしくコンピューターが答えてくれるって、これ結構面白い遊びじゃないかなと思うんですけどね、流行るんじゃないかな。さあそれではマル秘テクニックのコーナーご覧いただきたいと思います。ゆういち&あきらのパソコンこれがテクニックだ。はい、今週はですね、先月の25日に発売になったばっかりの X68000 用のスペースハリアー、このゲームの中に入ってます隠れファイルっていうのをご紹介したいと思います。でこれを見るためにはですね、まずドライブ0に、システムディスクで、ドライブ1の方に、スペースハリアーのディスクを入れまして、で立ち上がった時にですね、このコマンド X っていうのを選択していただきます。そうするとコマンドモードに入りますんで、ここでまず B ドライブにチェンジしてね、ディレクトリを取ってみますと、このハリアーの中に入っている、ファイルが見れます。でこの中にですね、最後の方に開発っていうのとゆうゆうっていう2つのファイルがあるんですけど、これをロードしてみますとね、タイプっていう命令なんですけどね、タイプ、開発 ed とロードしますと、こんな感じにですね、プログラマーの方の、ソフトの開発のメッセージが入ってるんですね。でもう一個のゆうゆうっていうファイルの方は音楽プログラマーの方のメッセージでして、こういったファイルっていうのはね、普通はマニュアルとかに書くのがね、開発後期っていうのはそういうのがマニュアルに書くのが普通だったんですけど、こうやってプログラムの中に一緒に入れちゃったっていうのは、なかなか面白い企画だったんじゃないかと思いますんで、皆さんもぜひご覧になってみてください。はい、今日の僕のテクニックは X68000 でマシン語のプログラムとかですね、そういうものを作っている方に大変な朗報です。実はですね X68000 には ROM デバッカーという機能がありまして、この X68000 と他のパソコン、ターボ Z を今使ってますけれども、普通のターボでもいいですし MZ2500 でも何でもいいですけれども、これに通信ソフトを使いましてね、でその間をクロスケーブルで接続しますと、なんとそういう機能が使えるようになるんですね。で具体的に言いますと、このオプションの2番というキーを押しながら電源をオンします。あるいはリセットボタンを押してもいいんですけれども、そうするとですね、こちらターミナルの方に ROM デバッカーというふうな表示がありまして、そのモードに入ったということが分かるんですね。それでプログラムが実際動いている時に NMI のボタン、インタラプトって書いてありますけれど、それを押すとか、あるいは自分の作ったプログラムが暴走してしまったとかですね、そういう時にはなんとこちらの ROM デバッカーという方に制御が移るんです。試しに NMI をちょっと押してみますね。今ですね NMI ブレイクアットなんとかなんとかって出ましてね、それで今レジスターの状態が出てるんですけれども、この状態で L リターンとかやって逆アセンブルを取ったり、あるいは D リターンというふうにやってですね、ダンプを見たりですね、あるいは H でもって、どんなコマンドが使えるか、今言った以外もいろいろあるんですけれども、それから G リターンでもって今のところから継続できるとかですね、こんないろんなようなコマンドが使えまして、デバッグとかですね、そういうのは非常に便利だと思うんで、ぜひ一度やってみてください。そうなんですよね。68000を手に入れたからといって X1 を遊ばせといちゃいけません。ああいうふうに有効的に使いましょう。さあそれでは番組の最後はソフトプレゼントです。今週はクレソフトウェアのアルゴを5名の方にプレゼントいたします。
はい、このゲームはですね、ギリシャ神話を元にした黄金の羊の皮というのを探し求めて歩くロールプレイングゲームでして、こうご覧になって分かるようにですね、こう360度回転した時の立体の画像が非常に綺麗にリアルに出てて面白いんですよね。あと FM 音源なんかも綺麗ですよ。応募要領はこちらです。住所、氏名、年齢、職業、電話番号、希望ソフト名、今日はあることをお書きの上、どしどしご応募くださいね。キーワードをお忘れなく。今日は分かりやすいキーワードですね。必ずこれを書いて応募していただきたいと思いますが、そんなわけで、今週のパソコンサンデーは人工知能について考えてきましたけどね、今日の番組を見ていて、ああまだまだ大丈夫だと思った方と、ああダメだもうコンピューターに負けそうって思った方いると思うんですが、私ははっきり言って後者です。陽子ちゃんはどうだったですか？なんかね、ほっとしましたね。こう人工知能と競争するんではなくて、こう利用することを考えていくとね、もっともっと便利に生活ができるんじゃないかなと思いました。陽子ちゃん今日は最後にいいこと言いました。やっぱり競争する気になっちゃいけませんね。うまく利用するということなんだろうと思いますけどもね。今日は山本さんと和田さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。どうもお邪魔しました。ところで人工無能なんてのも出てきましたけどね、ああいうものを見ているとこれから先21世紀は一体どうなってしまうんだってやや不安にもなってしまいますが、その辺のご意見などもあったらぜひハガキに書いてこの番組宛てにお寄せください。それではまた来週お会いいたします。ごきげんよう。さよなら。さよなら。番組に対するご意見やご感想をお寄せください。レギュラー陣も皆さんのお便りや質問をお待ちしています。New Life Sharp。今黄金のマスクがよみがえるパーソナルワークステーション X68000 高解像度の自然色 CPU68000 の広大なアドレス空間、さまざまな音をそっくりデジタル記録、黄金のグラフィックスを持ったシャープ X68000。